釈迦様はお金を指して毒蛇がいるので気をつけなさいと弟子に指導したと聞いたことがあります。お金が毒蛇ならばわざわざ毒蛇をもらうために必死に働く必要もないし、執着に値しないものだよなと納得があります。しかし在家の私にはお金もある程度は必要です。お釈迦様はどのような意味でお金を毒蛇と言ったのでしょうか、という、意味2つあります。これはお金は毒蛇なのは出家なんですね。でこれははっきりしています。でお金っていうのはその品物は大したことないんですよ。だから子供にでも1万円差し上げたらこれぐにゃぐにゃにで口に入れちゃいますからね。大したことはない。子供とはただの紙だけでどんな味なのかとね、赤ちゃんがね口に入れてみて甘そういていてピョロッと出しちゃうんですね。だからこれは1万円だから大事にしなくちゃまるっきりないでしょうね。だからこの品物じゃないんですね。この裏にある妄想感情煩悩の問題なんですね。はい。だからビクにとっては毒蛇なんですね。出家にとっては。出家が金持つようになっちゃうと修行ではなくて金を守らなくちゃかんですね。特に昔はね、金は物体でしたからね。今みたいな電気信号ではなかったんだからね。で守らなくちゃいけないんですね。泥棒が持っていくんですからね。金っていうのは今もこの現物の金っていうのは取った人のものですよ。だからこれは守らなくちゃいけない。それで金には他の品物に変える力がありますね。だから金は役に立ちませんね。我々は役に立つ品物に変える。1000円を持って行って弁当を買う。弁当が役に立つんですね。だから弁当を変える力がこの紙一枚持っているんですね。だからその分愛着が生まれてくるんですね。だから金は毒蛇であるということは触るなよと、ペットにするなよという意味で戒律上はね、出家は全く金を使ってはいけないんですね。今の現在出家はほとんどみんな瞑想道場以外は使ってますけど、これは今現在社会状況によってそうなりましたけどね。それである日お釈迦様にあるビクでしょうかね、失踪を出したことがありますね。なんで金使うことは許可しないのかと。お釈迦様の答えは単純です。金の使用を許可するとは全ての欲を許可することですと。私は欲を達しなさいと教えてるんだよと。立ちなさい。立ちなさいと教えているんだよ。だから話にならんね。でお釈迦様が幅広く見たんですね。お坊さんが小さく見たんですね。金があったら本の書で食べるものとかね買えるし、人が困ってたらじゃあこれ使ってくださいとあげることもできるし、その程度では全然可愛いんですね。しかし金があるならば買えないものってないんです。当時では女性あれなんとか職業やってましたからね。で
だからお金があれば女性を買うこともできるんですね。だから自分が金払ったんだからその品物の権利自分にあるんです。そうするとお釈迦様が性行為するなよという戒律どうなるんですかね。で何でも買えるんですね、金あれば。もうなんでどこまでできるかわからんぐらいいろんなことできるんで、人を脅すことも例えば専門職で人殺している人認めるでしょ。嫌な人があったらもう金額払ってあの人を倒してくださいということもできるし、でだからそういうことで禁止っていうことにしているんですね。だからそれを知って現代のボスたちも金使う場合はこの戒律の中でこの生計困っている時だけの範囲で使わなくちゃいけない。残りは産業のもので、産業のためにお寺のために使わなくちゃいけないんですね。自分個人の贅沢はダメなんですね。で今のお寺には結構お金がありますよ。タイであるなんとかってワッパックなんてお寺でね、で銀行から職員さん来るんですよ、お金持っていくために、銀行に持っていくために。どれぐらい金が入るのかと来て金を稼いで全部銀行員が来て持っていくんです。それぐらいということで、一回インドネシアに行ったことがあります。インドネお寺でカティナ祭り法要でしたけど、で私は泊まって次の日はもう大量に金が集まってるんですね。でお坊さんたちは触ろうともしないんです。で最近の信者さんたちがボランティアで全部金数えて束にしてお寺の活動に銀行に預かるでしょうね。お坊さんたちは使わない触らないんですね。しかしお坊さんたちはどこかに行きたくなったらちゃんとお寺の最近の人々はちゃんと全部お金持っていくんで言って、私も見学してもらいましたけどね、若い男の子がいてカバン持ってきてそちらいっぱい金入ってるんですね。だから動物園に行けばピサッとその人はチケット買って中に入れちゃうし全部やってくれるんですね。それはその男のお金ではなくてお寺のお金なんですね。そういうふうにこの使い方を新しく考えてはいるんですね。すごくやばいもんなんですね。だからイスラム国だからね、お寺ではこれぐらい金があると思ったらイスラム教は何するかわからんでしょうね。インドネシアは世界一大きいイスラム国でしょう。だからああいう生活しているんだからイスラム政府は全く問題なく自由に宗教活動するようにしてあげてるんです。だからこの戒律はないんだけどそうやって自分たちで考えてリミットを考えなくちゃいけないんですね。それは出家の世界で。で在家の場合はもうやっぱり生活成り立たないんですね、金がないと。これは現代時代の問題なんですね。昔は金がなくてもね豊かにいたんですね。畑あって田んぼがあって牛がいてもう羊がいてヤギがいて、だから牛乳飲みたければ絞って飲めばいいしもう卵を食べたければ鶏が卵を取って食べればいいし、だからお金がかからないでしょうね。社会が変わったら何でも金で買わなくちゃいけなくなっちゃって
人間が奴隷みたく働かなくちゃいけなくなっちゃったんですね。だから人間勘違いしているのはこのお金のために働くんだと、そうではなくてね、食べるものを買うために、家賃払うために、家族を養うために、子供の教育費を払うために働いているんですね。それを理解してください。金は優先第一にしないでほしいんですね。で、最近にはね、自分には頭も良くて、商売能力もあって、あるいは、いろんな新しいものを考える能力もあって、ベンチャー企業もできるすごい才能があったら、それは生かした方がいいんです。ベンチャー企業、新しい企業を開発したところで人を助かるんだから、フェイスブックのような感じで、ふざけて作ったプログラムですよ、フェイスブック、若い人は。それで世界中みんなそう買ってるでしょうね。それで本人がはちゃめちゃ金儲かっちゃって、今もう金も嫌っていう感じでいるんですからね。もうだから能力あればその能力は人々のために使っても構いません。その結果として金が入るのは仕方がないことで、金に愛着執着をしないで必要なものに使うという感じにして必要な以上に金が入るならば、それは人類の幸せのために使って孤独を住むというふうな順番でやらなくちゃいけないんですね。だから金によって病気にならないようにと気をつけてください。毒蛇に噛まれたら病気でしょ、死ぬでしょ。だから毒蛇の問題は財形にも適用しないわけじゃないんです。金のために人殺しやりますからね。金のために殺されることもありますからね。だからお釈迦様の例えはいいと思います。毒蛇っていう例えはね。毒蛇だからといって取り扱いやめるではなくてね、一緒だったら取り扱いしますよ、丁寧に。だってタイランドではね、スネークファームあるでしょ。毒蛇を育てているのです。猛毒のコブラとかね、ファームでしょうか、鶏のファームみたいな感じで餌ちゃんとあげて、ちゃんと日にちはあって、ちゃんと日にちで全部ミルキングするんです。英語でミルキンって言うの。ミルキンって言ったって蛇を捕まってウェノムをなんてウェノムなんて言いますか、毒をね全部取るんです。だから牛の乳搾りのように感じでコブラたちの毒搾りをするんです。だからみんな何のことなく袖で取ってよく上手ですよ。頭か首から取って口を開けてガラス管に入れてちょっともう上の顎をね押しちゃえば絞ってトラトラっと毒が落ちるんです。その毒を売るんです。薬作るために。だから在家は毒蛇であるということ。毒蛇っていうのはすごく怒り嫉妬憎しみ戦い怪我する喧嘩人殺せるいろんな問題もあるんだということも理解して、考えなくちゃいけないんですね。最近はやっぱり仕事をしなくちゃいけないんですね。はい、以上です。はい、ありがとうございます。